こんにちは。ココイストアートディレクターの香川ひろよです。今回はココイストのサテンマグネットを使ったとっても簡単なニュアンスアートをご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。では今回はこちらのアートを作っていきます。では早速作っていきます。こちらベースジェルを塗ったと仮定してカラージェルを塗るところから始めていきます。まずは G の 289S リーフソルグラス、こちらの色を塗っていきます。使用するブラシはティンランドブラシです。こちらのブラシを使って全体にのせていきます。でこのカラーはクリアカラーですので、のせた感じで下が透けるような感じになってます。なので実際に爪にのせる時にちょっと透け感をもう少し抑えたいっていう場合は、ちょっとファンデーションの色のようなカラーを一度塗ってから塗ると綺麗に仕上がります。こちら私のおすすめなんですが、 E の 199S ライチヌード、こちらの色を一度塗ってからクリアカラーを塗ると少し透け感を抑えられますので、実際に爪にのせる場合は一度やってみてください。ではこちら一度塗りました。こちらで硬化します。では硬化できましたので2度塗り目をしていきます。先ほどと同じ色をもう一度塗ってます。で全体に塗ったらこのまま硬化しないで次の作業に移ります。ではこの上にサテンマグネットの21番チョコレートサテン、こちらの色を塗っていきます。でマグネット入りのジェルでサンプルを作る場合はこのジグのマグネットも影響してしまいますので、今回私はマグネットないんですが、こんな感じでマグネットのついていないジグで作るとしっかりと動きますので、もしうまく動かしてるんだけれどもどうしても光が集まらないっていう方は、もしかしたらこういうマグネットが影響している場合もありますので、ちょっとマグネットなしでやってみてください。で今硬化してない状態にこのカラーをのせていきます。ではカラーのせていきます。このカラーをちょっとたっぷりと筆に取ります。たっぷりと取ったらこの硬化してない上に落としていきます。で落としたらこのままスッとランダムな感じにのせちゃいます。そしたらこれこのまま硬化しないでブラシで動かしていきます。で使用するブラシはポインテッドブラシです。ポインテッドブラシで今ちょっとポコッと乗ってると思うんですけど、これをジェルの量を調節する感じでちょっと平らにこの厚みがあるところを触って動かします。そうするとこの最初に塗ったクリアカラーの中にマグネットのジェルが落とし込まれた状態になります。そしたらこれをマグネットで動かしていきます。今回使うマグネットはこのような形のものです。でこれをぐっとまず全体に当てていきます。で全体に当てると今はけ跡があったと思うんですが、はけ跡はきれいに消えてくるので、こんな感じで全体に一度当ててしまいます。で全体に当てたら自分が光らせたいところに集まるようにぐっと調節していきます。で今ちょっと曲線な感じに乗ってると思うんですけど、この出したい曲線のところが光るようにすると自分の好きな感じになるかなと思うので、こんな感じでぐーっと浮き出てくるような感じになります。でマグネットを当ててこのまま放っておくと、今かなりパキッとしたラインが出てると思うんですけど、これが少しずつふんわりしてきてしまうので、このパキッとした感じを出したい場合はここで大きなライトに入れる前にちょっとハンディで
固めてあげてから、仮硬化してから固めてあげるとよりパキッとした仕上がりになりますので、ふんわりした仕上がりにしたい場合はこのまま仮硬化なしでもいいと思うんですけど、このしっかりと出したパキッと感が欲しい場合はちょっとこのようなハンディなどで硬化してからライトに入れるといいと思います。今ちょっとパキッとしたラインが出てきたので、これを仮硬化します。ちょっと仮硬化をしたら大きなライトで硬化します。はい、硬化できました。そうしましたらこの上にトップで仕上げていくんですが、少し凹凸があるので、その凹凸をきれいにするために E の A0 アートクリア、こちらのクリアジェルでまずはつるんと仕上げていきます。では先ほども使っていたティンラウンドブラシでクリアジェルを塗っていきます。先ほどはカラージェル塗ってましたので、クリアジェル用のブラシを同じブラシですが分けた方が綺麗に仕上がると思います。で、全体に塗ったらちょっと凹凸のあるところ、へこんでるところに少しアートクリアを置いて全体につるんとするようにします。こちらで硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら次にウルトラグロッシーノーワイプトップコートジェル、こちらのトップジェルで仕上げていきます。では全体に塗っていきます。先ほどアートクリアで凹凸埋めましたので、全体に均一にのせるともう仕上がってると思うので、こんな感じで硬化します。はい、硬化できました。そうしましたらこの上にボバジェルでパーツをのせていきます。今回はボバジェルのローを使っていきます。こちらにココイストのワイプクレンザー入れてます。これにつけながら使用する分だけ取っていきます。今回はちょっと小さめなものをつけたいので、こんな感じでこれをこのままのせていきます。で、自分でのせたいところを決めたらクッとのせちゃいます。そしたらワイプクレンザーにつけたスパチュラなどで形を整えていきます。ふーっと押し付けるような感じにして、これで硬化します。はい、硬化できました。そうしましたらしっかりと硬化しているかどうかを確認してからトップを塗るようにします。こちらの硬化時間なんですが、お使いのライトによっても変わりますし、あとはこののせる量によっても変わりますので、必ずしっかりと硬化しているかどうか確認してからトップで仕上げるようにしてください。で、先ほども使用したウルトラグロッシーノーワイプトップコートジェル、こちらのジェルで仕上げていきます。ではパーツのところだけトップ塗っていきます。で、せっかくの凹凸あるパーツなので、たっぷり塗ってしまうとこのポコッとした凹凸が消えちゃうので、全体につるんとのせたら、このへこんでるところの溜まったトップをちょっと取ってあげて、これで硬化します。はい、硬化できました。こちらで完成です。マグネットカラーはワンカラーにしてもとっても綺麗なんですけれども、こんな感じで部分使いしてもとっても素敵なので、ぜひ皆さん作ってみてください。こちらの下の色は G の 287S イタリアントマトグラスにサテンマグネット18番のローズサテンを使ってます。ぜひ皆さんいろんな色で作ってみてください。動画のリクエストなどありましたらコメント欄によろしくお願いします。またこれからも動画いろいろアップしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。